どうも、ダイキングです。今回はですね、2023年版 MacBook の選び方についてです。これでわかる。はい。ということでですね、今回は MacBook Air についてどう選ぶのかというところをですね、解説したいと思います。実はこの Mac の選び方っていう動画をですね、出したんですけど、これめちゃめちゃ好評なので、ぜひね、見てもらいたいんですけども、どのじゃあ Mac を買うべきなのかっていうことを、もう7億回ぐらいね、聞かれます。はい。7億ですよ、本当に。この結論言うと、M1MacBook Air を買ってくださいというふうに言っております。もうね、正直に言ってください。どの Mac がね、いいかっていうちょっとお困りですよね。特に MacBook Air ですよ。その気持ちはでもめっちゃわかります。大丈夫です。というか、迷って普通でございます。はい。値段も値段ですからね。そんなスパッとね、決めれるかっていうなかなか難しいですよね。でも周りに聞ける人がいない。ここで僕の出番なんでございます。特にこの M1 とですね、M2 っていうモデルがあるんですけども、これどっちがいいのかっていうね、問題がございます。はい。今回これに終止符をね、打ちたいかと思います。あとはインテル版ね、あるんですけど、ゴミなんで捨ててください。一応前回の動画もありますので、こっちもちょっとね、見てもらいたいんですけども、今回もう結論からいきます。一応 MacBook Air としては3つ今あるんですけど、選択肢かな、大きく分けると。結論としては、この M1MacBook Air がコストパフォーマンス最強です。初心者の最適解です。はい。もう買ってください。もうこの動画見なくていいです。買ってください。なんですけども、デザインが、デザインじゃないと安くて、その高性能と減らないバッテリーです。バッテリー減りません。今まで使いやすいおなじみのデザインです。はい、13万4800円です。はい、ポチってくださいっていう感じなんですけども、で、もう一個一応 M2MacBook Air っていうのも、これ僕今使ってるんですけど、これも結構いいです。コスパは良くないか。はい。ただ万人受けではないというところで、デザインが違ったりですね、性能もちょっとアップ。で、価格もちょっとアップ。なんで、ちょっと16万4800円。で、3つ目、このインテル版っていうのがございます。はい。熱暴走。インテル入ってるやつですね。Mac。熱暴走でフリーズしたりとか、これ僕も昔使ってたんでわかるんですけども、性能は雑魚です。雑魚です。あと、勝手に減るバッテリー。勝手に減る。何にもしてないのになぜか朝起きてパソコン立ち上げると 20% ぐらい減ってるっていうことはありました。で、買わないでくださいっていう感じなんですけど、今からであればね。安く買えてしまうっていうこの、落とし穴みたいなところもあります。インテリアならありかなみたいな。Mac をね、使ってる自分に酔いしれるみたいなところありますけども、もしインテル版ね、使ってる方いましたら、まだ間に合います。まだ間に合います。現状を知ってもらいたいというか、今日から改善できますんで、ちょっとここからお話ししていきます。その、理由あたりをね。じゃあそもそもなんでそのインテル版の Mac、なぜゴミなのかっていうところをですね、開発者は除くって書いてあるんですけど、インテル版じゃないとこう動かないやつとかあったりもするんで、まずやっぱさっき言ったようにすぐ熱くなります。すぐ熱暴走します。長時間作業っていうのはちょっとやっぱ無理なんですよね。むしろちょっと動画編集すら厳しいんじゃないかっていうレベルがありまして、ていうかもうフリーズします。最近もその言葉もあんま使わないぐらいなんですけども、文字通りもう画面が固まってしまうというね、一回また再起動してみたいな。そんなことは今ないんですけどね、正直。あとシンプルに性能が低いです。動きが特に遅いっていうか、その立ち上がりですよね。パソコン上げた時になんか立ち上がりが遅い。充電スピードはどうかね、そんな変わんないかもしれないですけど、あとこの使ってないのに減る。いわゆるその待機電力、さっき言った勝手に減るバッテリーですよね。待機電力っていうのがすごい使う。なんで朝Mac置いといてパカって開けたら、謎に電池減ってるみたいな感じですよ。今回でその一方で今のこの MacBook Air なんですけど、これは結構すごいです。Apple Silicon ってやつが入ってるんですけども、つまり今回その M1 チップっていうやつですね。ポテチじゃないです。はい。あと漫才の祭典でもないです。なんだ M1 っつね。はい。M1 グランプリでもないんですけども、じゃあそのインテル版と M1 チップみたいなやつ、何が違うんだっていうところなんですけど、もう2つだけ覚えてください。性能とバッテリーです。性能とバッテリーです。聞いてますか？はい。これここはテスト出るんで、明日のテスト出ます。まず1個、バッテリー持ちっていうのが格段に違います。はい。もうバッテリーね、やっぱ切れちゃうともうただの鉄くずになっちゃうんで、パソコン。例えば充電器を持ち歩く必要なしですね。まさか持ち歩いてないですよね。充電器毎日ね。ないよね。別に持ち歩いてもいいんですけど。で、パソコンの、見た目をしたこれスマホです。わかりやすく言うと。iPhone ですもん。iPhone と iPad ですね。これがMac になりました。どういうことですかっていう話なんですけど、今までやっぱその iPhone とか出てずっと今14とかかな、10年以上培ってきた技術をですね、Mac に
ガーンって入れちゃったみたいな。iPhone とか iPad ってね、やっぱこう立ち上がりふってすぐ使えたりとか、性能も良かったりしますし、バッテリー持ちとかもね、すごい良かったりするじゃないですか。そういうのもぶち込んじゃったみたいなっていうところと、あと性能がやっぱりね、これ全然違います。格段に違います。インテル版と比べてね。MacBook Air とかでも結構これ動画編集いけるんですかみたいな話も結構あるんですけども、全然いけます。4K 動画もいけます。ワンチャン 8K 動画もいけます。M2 だったらギリ編集できる。で、昔のそのインテル版の16インチっていうのがあったんですけど、当時30万円ぐらいして多分一番いいやつに相当する、匹敵する性能とかですね。その割にはお値段が安いっていうところ。13万が別に安いとは思わないんですけど、10万前後でこの性能を変えるっていうのがやっぱすごいなっていうところ。で、Amazon とか今セール、セールで今ちょっと在庫なかったんですけど、11万円ぐらいとか、整備済み品っていうね、なんか展示品とかをApple がこう新しくしてね、こうバーンちょっと安く買えますよみたいなところだと、10万前後とで買えたりします。今回話題であるその M1 チップと M2 チップっていうのが MacBook Air 今2つ選べるんですけども、じゃあそこの違いって何なのかっていうねところですよ。そもそもじゃあ M1 チップの話から言うと、この2020年に、これ新しく Apple が独自で作ったものが初めて出ました。これ CPU ですね。いわゆるそもそも何なのかっていうと、脳みそです。いわゆる人間でいう脳みそなので、司令塔、もう脳みそがダメだったらもう全部ダメなんですよ。言ったら、人間と一緒でそこは。ここがそもそも賢いみたいなところで、最初だからそもそも M1 っていうね、多分 Mac のファーストジェネレーション、第一世代なんで M1 かなっていう。はい。なんでそもそもその性能高いのにちょっと価格が安くできるのかっていうと、独自開発してるんでコストがそもそもかかってないですよ。あんまり。特にインテル、これ載せるだけでなんか 20% ぐらい取られるのかな。なんかそのマージンみたいな、その手数料みたいなのね、乗っかってくるわけですよ。それで儲けてたみたいなところもある。それがそもそも自分の会社で作ってるんでかかんない。いろいろこうインテルと交渉とかもしなくていいとっていうところがあります。が M1 チップで、この M2 チップっていうのが去年かな、2022年に出たものなんですけども、今度そのまま M1 チップの第2世代ですね。次のやつ、iPhone 今14、次15みたいな感じです。で M1 と比べて最大で 1.4 倍高速という表現になってます。はい、1.4 倍なんでちょっと気持ち早いかなみたいな。ただインテルと、インテルモデルと比べると、最大その15倍高速なんで、もう全然違うよね15倍ってもう15個分ですから、自分が15人になるみたいな感じなんで、これ合ってるのか表現。はい、イメージ的にはその M1 と M2 チップの MacBook Air ですね。M1 は1年ぐらい、かなりメインで、この動画編集に使ったりしてましたし、それレビュー動画もあるんですけども、で M2 モデルも今、使ってます。半年ぐらい使って、その違う部分というか違った点で言いますと、感じたところ、まず1個目だと、そもそもそのデザインが違いますよっていうところで、 M2 その MacBook Air っていうのは結構そのフラットなんですよね。平らな本体、ちょっと薄いんですよ。で M1 はちょっとこう先がこう細くなっていくね、おなじみの MacBook って感じなんですけど、あとカラーがですね、今までそのシルバーとスペースグレーかゴールドとかそんぐらいだったんですけど、今ミッドナイトって黒っぽいね Mac、 最近ほんとなかったんですけどあったりとか、スターライト、シルバー足すゴールド割る2みたいな色ですね。そういうのあったりとか、ただそのミッドナイトとか結構指紋が目立つっていうデメリットみたいなところはあるんですけども、あとそのマグセーフ搭載、昔やったその磁石でカチッて、今使ってる方もいると思うんですけど、カチッてこう磁石でくっつけて充電できるタイプのものとか、あとはそのインカメラとかですね、中の、例えばウェブ会議とかそういう時使うと思うんですけども、そのカメラの部分が結構綺麗になったりとか、スピーカーもちょっと良くなってます。キーボードとかも、一番上のファンクションキーっていうね、画面を明るくしたりとか、なんかいろいろ F1 とかあると思うんですけど、あとその上のタッチ ID、指紋認証のところとか結構大きくなってる。ここが結構使いやすいですね。性能の違いで言うと、誤差レベルなんですけど、正直言うと M1 と比べると、最大さっき言った 1.4 倍高速、 CPU で言うと最大 18%、 GPU で言うと 35%、 横文字並べんなっていう感じなんですけどもCPU、普通のこのテキストベースとかの作業をですね CPU が使うのは、メール打ったりとかなんか Excel とかそっちですね。 CPU 使うのは、音楽とかもそうですね。 GPU は本当分かりやすく動画編集とか、画像処理系ですね。グラフィックって言われるやつ、最大 35% なんで、そっちのやっぱ恩恵、動画編集とか、画像編集とか恩恵が大きいのかなっていうところなんで、使ってみてやっぱその動画編集の優位性じゃないですけど、大きく変わるかっていうと変わんないんだけども、やっぱ多少なりとも動画の書き出す時間がちょっと短くなったりとかはあります。でメモリが一応24GB まで載せれるようになったので、当たり前ですけど最後
後、まあ、価格の違いっていうのもありまして、まあ、大体3万円差ぐらい。ストアだと今13万4800円 M1 が。で、M2 が16万4800円。こう出すかどうかみたいなところちょっと後ほどね、しっかり話します。逆にこれ M1 と M2 一緒じゃないみたいな。同じじゃないみたいなところもあります。違いを感じない点で言うと、1個目としては、普段のやっぱ作業面ですよね。基本的なその性能とかは、まあ、さっき言ったように、まあ、1.4 倍とか 18% ぐらいしか変わんないんで、その CPU ベースの作業、ネットサーフィンとか、まあ、本当その普通に動画見るとかね、まあ、YouTube とか Netflix とか、まあ、Hulu とか何でもいいんですけど、アマプラとかね、変わんないです。普通に使ってて。簡単にやっぱ画像編集したり、ちょっとまあ Photoshop いじったりとか、Lightroom とか Adobe 系のね、ソフトとか、簡単なちょっと動画編集ね、ちょっとやりたいなとかぐらいだったら、まあ、全然 4K でも使えるし、そんな普通に使ってて、ああ、M2 の方が、おお、すげえみたいなことはないです。こっち M2 ですよって言われてもわかんないなみたいな感じですかね。画面2つ目としてはキーボード周辺、普通にそのハードウェアといわれる、まあ、本体の方、使い勝手とかも正直、まあ、あんま変わんないかなっていうところ。ただ、ファンクションキー、さっき言ったファンクションキーのところはやっぱ使いやすい。タッチ ID とかは大きいんで、画面とかその綺麗さとか別にじゃあ M2 になったから綺麗になったかっていうわけでもない。若干明るさは明るくなったぐらい。ノッチっていうね、こう切り抜きの部分とかあるんですけど iPhone みたいな。まあ別にそれで問題もあるわけではないし、まあトラックパッドってこうやってね、動かすやつあるんですけど、もうまあ別に一緒だし、みたいな。普通に使う分にはまあ良くも悪くもそんな変わんないかなっていうところはあります。まあ3つ目としてはその、まあスピーカー性能なんですけども、そんなに正直変わんないかなっていうところ。M1 Air も別にそもそも悪くなかったし、まあ M2 Air もそんなに変わんないかなっていう。唯一あるとその空間オーディオっていうのを対応したので、まあちょっとこう音の広がりとかはあるかなっていう感じですかね。はい。まあ、使っててそんなにって感じではあります、正直。で、一応 M1 チップ、MacBook Air、結論じゃないですけども、特徴を説明すると、コストパフォーマンスがもう爆発します。まあね、Mac 初心者の最適解です。これからやっぱ Windows かちょっと Mac しようかなとか。これからまあ大学生活 Mac にしたいなとか大学生とかまあめちゃめちゃいいかなっていうところやっぱデザインのクオリティとかですねまあ今までのその Mac でトラックパッドとかまあキーボードとか画面もまあ普通に綺麗ですし非常に使いやすいしまあ性能はそのインテル版の以前のその MacBook Pro 並みの力は全然ありますのでなんかエアーだから性能がいまいちなんじゃないかっていうねまあ昔はそんな感じだったんですけど、まあ、今はそんなことないですしで比較的まあ軽量というか持ち運びやすいっていうところついどこでもまあデスクトップとかじゃないんでまあなんで一言で言うとこれ買っとけば間違いないやつっていうね感じです。もう80点の優等生感じですね。なんか良くも悪くもって感じなんだけどただまあ僕が今 M2 をじゃあなんで使ってるのかっていうところに入ってくると、まあ、僕のまあ用途ですねどういう感じで使ってたのかっていうと M1MacBook Air ですねかっこ2台って書いてあるんですけど、はいまあ、2台レビューしたってことなんですけど期間としては大体約1年間まあ本当にメインマシンとしてこの YouTube の動画編集とかですねまあたまにちょっとブログやったりとか普通にもちろん動画閲覧したりとか普通にまあみんなが使うような作業 Google スプレッドシートとかまあいろいろその Excel とかまあそういうのも含めてですけどもまあスペック的にはそのメモリが 16GB で容量が 1TB にしております。これ理由としてはまあ基本できるだけやっぱ作業時間早めたいのでメモリはやっぱりちょっとまあ動画編集で使うんですよね。まあ容量 1TB まあ正直 2TB ぐらい欲しかったんですけどまあすぐいっぱいになっちゃうんで動画編集とかすると基本フル HD ですかね 1080p っていうまあ普通のその YouTube で見るような画質ですね一番がたまに 4K とか使ってました。はい 4K でも結構ちょっとまあ容量が食うんでフル HD でいいかなっていう感じですね。僕の動画なら別に話してるだけなんで。であとまあサムネイル作ったりとか Photoshop で作ってます今は。あとまあネットサーフィン普通に作業して見ながらちょっと台本作ったりとかしてるんですけどもということで詳細はレビュー動画っていうことでこれ全部話してるともうめちゃめちゃね4時間ぐらい話せるんでまあ10本ぐらいまあ動画あるんでそこら辺もちょっと見てほしいんですけどもまあただちょっとその万能ではないみたいなところがあってじゃあ全部何でもできるのかって言われるとそうでもないかなっていうところがあってまあもちろんその限界みたいなところはあってまあ基本的に感じたところで言うとやっぱその20分を超えるってくるような動画編集20分30分とかまあ結構長い動画をですねまあこれ M2 もまあそうっちゃそうなんですけどこう重ね長い動画をいろいろいじってるとでしかも長時間作業するとまあちょっとやっぱ重くなってくるなっていうのはあります。とまあメモリ欲しいなっていうところはありました。8ギガでちょっとやってみて。8ギガとかまあ16でもちょっと怪しいなっていう時はまあ僕の場合はあったんで動画編集するんで、はい。あとまあ作業時間をできるだけやっぱ短縮したいなっていうところ、もうちょっとね性能高いものが欲しいなみたいなところはありました。はい。で M2 に移ったわけなんですけども、でこの M2 チップ MacBook Air、まあ、おすすめの人と特徴としてはまあちょっとね高くてもいいからこう新製品を感じたいクリエイター向けです。どっちかというととにかくやっぱ薄型軽量でかつできるだけ軽い
薄いパソコンでパフォーマンスが欲しい、性能が欲しいですよっていう人は向いてるんじゃないかっていうところで、これつまり僕なんですけどよりそのM1 よりはクリエイター向けにはなるんですけど、ただ別に普通に使う分も本体も軽くて薄いんで、使いやすいかなってところで、なんで僕がさっき言ったように使った理由はこの軽さと高性能さっていうのバランスがめちゃめちゃいいっていうところ。前そのプロの14インチっていう MacBookプロを使ってたんですけど、ちょっと本体が重かったんで変えましたっていうところがあります。ただやっぱそのネックなポイントとしては価格っていうところはあって、その分価格もその M1 と比べると3万円ぐらいは上がってきます。16万超え、一番安いモデルで。ただこのデザインっていうのはねしっかり変わってますので、使い勝手とかも良くなってるんで、ここにやっぱお金出してもいいよ方であれば、全然別に M2 MacBook Air でもいいと思います。特に長い目で見て使いたいなら、M2 を僕は選ぶかなと思います。ただしその性能については、その載せた分こうしっかりとなんていうかな、性能として返ってくるかっていうと、ちょっとそこは微妙かなっていうところでコストパフォーマンスあんま良くないかなっていう、なんでだったらじゃあその M1 でいいんじゃないかなっていうのが、言ったら結論なんですけども、僕の場合の用途ですね。今どういう風に使ってるのかっていうと、現在今使用中ですね。メインマシンで、これも2台、一番最安モデルと今使ってるのもフルスペックみたいな感じなんですけど、そこも比較した動画あるんですけど、で使用期間は今大体半年ちょっとか、半年以上過ぎてるのかな、トータルで言うと去年多分6月7月ぐらいに出たと思うんで、メモリがですねこれフル 24GB で容量も 1TB、 これちょっと 2TB にしといてもよかったかなっていう。 1TB でも結構吹き飛んじゃうんですよね動画編集をこうやっぱ毎日のようにやってると、用途としてはなんで動画編集、主にフル HD なんですけど、たまに 4K やったりとかで、8K もなんか動くみたいですね普通に。でサムネイル作ってネット再生、一緒ですね基本的には。ということで詳細はレビュー動画ということで半年レビューみたいなのちょっとまだやってないんでちょっとやろうかなと思うんで、ちょっと気になる方チャンネル登録とかねしてもらえれば思うんですけども、であと前回話したことに関して言うと、そのリセールバリューがいいっていうのがあって、Apple 製品これ全般なんですけども、普通に中古とかで使って昔の多分 MacBook Air とかでまだ売れるんですよね正直言うと。ヴィンテージ品みたいな感じで売れたりもするんで、そういったとことか、価格とかもやっぱ比較的下がりづらいです。iPhone とかもそうなんですけどね、Windows とかに比べるとやっぱり価値がなんか一定してるのかな、ある程度なんかブランド品みたいなね、ビトンとかバレンシアガとか、そういったイメージですね、ガジェットの中では。あと最近やっぱメルカリとか中古業者以外で普通に個人で結構売買できるっていう場が増えてきてるんで、結構売りやすいし、買いやすいっていうね、その分その見分ける力みたいな必要なんですけども、ポイントとしてはその M1 じゃない、その Apple シリコン M1、M2 以上か、バッテリー容量とか、本体の状態とかですね、そこら辺になってくると思うんですけども、はい。ということで結論としては本当デザイン気にしないならもう本当 M1 でいいんじゃないかなというところで、コスパ最強です。 M1MacBook Air が初心者向けで、今までこう説明してきた通りなんですけども、だいたい13万ぐらい、整備済み品とか、今でもビッグカメラとかであったのか、Amazon とかで本当新品で11万とか12万前後とかであるので、全然いいかなっていうところで、メモリも全然 8GB で使えますし、割と何でも使えます。本当にストレージ 256GB、はい、初心者だったらこれでいいと思います。補足でその動画編集するんだったらやっぱちょっと容量 512GB 以上あってもいいかなって思います。結構容量食うんで、本当に 512GB でちょっと外付けの SSD とか、買ってもらうとかもいい。サンディスクのやつとか、なんかいろいろあるんで、なんか適当に載せておきます概要欄に。ただガチ勢になってくると、そのメモリをどうですかね、 16GB とか上げてもいいかなっていうところで、これもちょっと前回の動画でね詳しくは話してるんですけども、こうすると多分価格的に結構もう M2 とほぼ変わんないような価格になってくるんで、 M1 でそのぐらい欲しいなってんだったら、なんかもうそもそも M2 にした方がいいんじゃないかっていう、 M2MacBook Air の方に、価格がもうなんか超えてきちゃうんで、検討してもいいのかなっていうところですね。でじゃあその M2MacBook Air もこれでも全然いいと思います。実際僕も使ってますし、クリエイター向けで、結構ゴリゴリ動画編集とかも、他の YouTuber さんとかも使ってる方も結構いますね。でやっぱそのデザインの違い、その新鮮さみたいなところとか性能とかもちょっと上がる、できる限りやっぱ性能が欲しいっていう方とかねであればいいかな。だけどその軽軽量で持ち運びやすいっていうところあると思うんで、整備済み品だって今14万で、昨日たまたまね見たら在庫が復活してて14万ぐらいかな、最安モデルメモリ8GB がストレージ256とかであれば13万円台とかであるんです。14万ぐらいかな。整備済み品もあるんですけど、ここら辺結構狙い目かなっていうところはあります。さっき言ったようにストレージとかは基本動画編集とか入ってくるんであれば 512GB 以上で、256GB ここちょっと注意点があって、
この M2 のモデル Mac mini とかも確かそうなんですけど、一番このストレージが低いやつは 256GB のモデルっていうのはどうやら難度メモリかな、要するにその読み込みのスピード、データを例えば外付けの SSD とかね、別のとこからちょっと読み込みますよとか、スピードがちょっと遅いんですよ。読み書きのスピードがちょっと遅いので、動画編集したりとか、結構外からデータを例えば SD カードとかで結構読み込んだりとかしますよって方は、512以上を選んだ方が気持ちいいのかなっていう、そんな変わらないっていう意見もあるんですけどね。でもどうせ動画編集とかするのは512以上の方がいいんじゃないかなって思います。できるだけ作業時間短くしたいならですけど。で、ガチ勢、動画編集ガチ勢はメモリ16ぐらいあってもいいかなと思います。僕は24にしてますけども、16でもいいかなっていう気持ちですよね。はい。この場合は本当お仕事とかね、そういうレベルになってくると、できるだけ足りないよりは不足しないよりはいいかなみたいな感じで、お金を出しても性能を変えたいみたいな感じなんで、そういうんじゃない限りは16ギガとかでいいかなと思います。僕もファイナルカットプロで動画編集ソフトですね、書き出しでマックスで多分16ギガぐらいでしたね。確か使ってるメモリが。足りなくなってもスワップっていうもので、普通のこの容量の方からね、借りてきますみたいな。今ちょっとお金足りないから借りてこようみたいな感じで、借りてこれるんで、そういう風な仕組みになってるんですよね。スワップっていう仕組みがあって。あるんで、足りなくなるってことはないんですけど、あるには越したことないかなっていう感じです。なんで、インテル版 Mac はもう買うなというところでございます。で、持ってる方も、それを売って元手に、プレシリコンとか買ってみると、非常に僕の多分言ってることがわかると思います。みたいな。全然違えじゃんみたいな。バッテリー減らねえみたいな、感じになるので、ぜひね、ちょっと試してもらいたいなと思います。ただとはいえね、高いよね Mac みたいなところはあると思うんで、Amazon とかで買ってもらうとか、あとその楽天リーベイツっていうね、前回も紹介したんですけども、普通にその Apple のサイトで買う感じで、楽天リーベイツっていうところをその経由してから行くと、ポイントがつくんですよね。僕なんかね、公式インフルエンサーみたいになりまして、多分紹介しすぎて、楽天リーベイツからメールが来ました。あれ公式インフルエンサーになりますかみたいな。それ別にどっちでもよかったんですけど、僕は。そうなったら、その皆さんにメリットがあるというか、初回ポイントが、普段は確か500ポイントなのかな、3000以上を初回買ってもらうと500ポイントなのが600ポイントになるんで、それだったらそのね、見てる人のメリットになるじゃないですか。だからいいかなっていうところで、これ経由するだけで600ポイントプラス、今だったらアップルとは 1% かな。普通にだとユニクロとか、GU とかいろいろあるんですよ。結構使ってもらえばなと思います。詳しいちょっとモデルとか選び方も、実際この見ながらですね、アップルのサイト見ながらやってるのが前回ありますので、そっちもちょっと一緒に購入してる気分でね、見れるかと思いますので、参考にしてみてください。で、もうちょっと分かんなかったなみたいな人は、この Mac で選び方っていう動画、これ一応全部のモデルをですね、Air と、あとプロモデルとかもちょっと気になるなって方は、こっち見てもらえばなと思います。これも分かりやすくですね、全モデル紹介してます。Mac を。意外とね、1個の動画で全部のモデルを紹介してるっていうね、意外とないんですよね。コメントで言われて、なるほどってなりました。僕が。作った俺が。あと、Mac のアクセサリー動画とかもありますし、Mac のその周辺機器、これ実際使ってるもので良かったよっていうものとか、今 iPhone の動画とかのアクセサリー動画とかも結構好評で、iPhone 14 Pro 自体のレビュー動画もあるんですけど、これも結構好評なのでね、ちょっと iPhone MagSafe アクセサリーね、ちょっと便利に使いたいなって方はぜひご覧ください。そう、あとはもうよかったね、高評価とチャンネル登録お願いします。それでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。また喋りすぎてしまったな。大変なんだよ、切るのが。よし。